おはようございます。おはようございます。さて、前回は鹿之助やりましたけど、いかがでしたか？はい、非常に素晴らしい3年とは思えない熟成具合でした。あとはリチャーカスク、ここもやっぱ鹿之助の大きな特徴ですね。はい。あとなんか特徴を思い出します？メロウコズルって言われる。メロウコズル。はい。鹿之助ができるにあたっての歴史的な商品の一つですね。樽熟成の焼酎。あと何かありました？自然が豊か。蒸留所の裏に広がる東シナ海、あれはもう壮大なね景色が続くと。素晴らしい。あとは珍しい蒸留機が3つある、ああいうところもね、なかなかマニアにとっては面白い特徴の一つですよね。さて、じゃあ早速つぬきのことを勉強していきましょう。はい。つぬきで何か知りたいことありますか？蒸留所がどこにあるのかっていうところですかね。前回の鹿之助と同じように鹿児島県です。つぬき蒸留所は鹿児島の南の方にあります。南薩摩市加世田つぬきという場所につぬき蒸留所は位置しています。実はつぬき蒸留所は本坊酒造が運営してるんですけども、本坊酒造の発祥の地という話なんですよね。ちなみにですね、先月蒸留所見学行ってまいりましたが、鹿児島市からですね、車で移動するんですけども、高速道路を乗って途中で降りて、そこからもう険しい山道を抜けまして、パーッとこう開いたところにドンとある。そんなロケーションです。いわゆる獣道といいますか田舎道というか、山の中を抜けてパーッとこう広がる、畑畑そして大自然が広がるつぬき蒸留所のシンボルでもあるでっかいつぬきって書いてるあれが見えてくるという感じです。大きな黒い建物ですよね。そうです。今もうお話ししましたけど、運営しているのが本坊酒造。本坊酒造って聞いたことありますか？はい。どんな会社か気になりますよね。気になります。はい。実は歴史がすごく長くてですね、もう創業したのが1872年。当時は、製麺業で実は起業してます。はい。製麺っていうのはこの麺のことですよね。そうです。こちらではないです。製麺業で、起業しまして、でその後ですね、焼酎作りが始まったのが1909年からですね。焼酎作りが長いんですけど、ウイスキー製造免許も早々に取得しています。ウイスキー免許を取得したのが1949年。サントリー日課に続いて、実は本坊酒造もウイスキー免許を取得していたという歴史があります。じゃあ日本で最初に取ったのがサントリー、はい、続いて日課、はい、その次3番目に早いということですか？おそらくそういうことになります。例えば本坊酒造の目玉商品みたいなのっていうのは何かあるんですか？我々が日頃から扱っているものの中でいうと、一番メジャーなのは駒ヶ岳ですかね。これが駒ヶ岳の2021エディション。私も個人的にこれ買いました。あ、本当ですか？はい。どうでした？味は。いや、もうなんていうんですかね、マルスさんが作るこのつぬきも駒ヶ岳さんもどちらも甘みが強くて大好きで、個人的に欲しいと思ってネットで探しまくりました。すぐね、売り切れますからね。そうですね。本数とあとお値段、今のジャパニーズウイスキーの流れからするとお手頃かなっていう感じします。こちらもね、1万円しないお値段で販売されてました。じゃあ次はつぬき蒸留所の特徴、こちらを少し勉強していきましょう。はい。なんかつぬきどんな印象あるとかありますか？つぬきの印象は、そうですね、ライトボディよりもちょっと重ためにズンとくるフルボディのようなイメージがありますね。おっしゃる通り、よく聞かれるのがどう違うんですかということをよく聞かれます。実際に蒸留所をお邪魔して、製造している方々にお聞きしましたけども、駒ヶ岳はフルーティーでリッチな感じですね。ライトでフルーティーでリッチな感じで、一方、つぬきに関しては、力強くて重い感じ、そういうのをイメージして対比した感じで、原酒を作っているというお話でした。あとはもう場所の違いですね。駒ヶ岳が長野県、つぬきがもう九州の鹿児島っていうだいぶ離れた緯度の違うところで作られてますので、気候の影響がかなり受けると思います。さらに屋久島にもですね、実はエイジングセラーを持ってまして、はい、駒ヶ岳で蒸留した原酒を屋久島に持って行ってエイジングしたりですとか、つぬきで蒸留したものを、屋久島でエイジングしたりですとか、逆につぬきで蒸留したものを駒ヶ岳で熟成させるとかですね、いろんな試みを今されているようです。屋久島エイジングセラーっていうのは本当に熟成させるための建物だけなんですね。ということはやっぱり
屋久島がもたらす空気、気候とか、そういったものが存分にそこの影響を受けるということになるんですね。そうなります。特徴としてはどういった特徴があるんですか？まず気温の差による熟成のスピードが違います。例えば駒ヶ岳だと冷涼な気候ですね。なのでゆっくりとした熟成を進めます。逆に鹿児島の紬の方ですと暖かい気候なので樽の中のウイスキー原酒の揮発が進むんですね。で割と早い段階で熟成が進んでいくと。日中の寒暖差とかもやっぱあったりするんですかね？あると思います。それが実際に味にどういう影響を与えてくるかっていうのは熟成が進んでいかないとちょっとまだわからない状況だと思うんですけども、例えば同じ日に作った、ウイスキー原酒を2つの樽に詰めて、1つは駒ヶ岳、もう1つは紬、ここで熟成を両方させた時に、例えば3年経った後に両方のサンプルを実際に飲んでみた時にどんな違いがあるのかっていうのを試してみるのも面白いよねっていうことをこの間ね所長がおっしゃってました。楽しみですね。楽しみですよね。いろんな試みがなされてますよね。そうですね。他に何か知りたいことありますか？どんなポットスチルが置いてあるんですか？紬蒸留所はポットスチルはですね2基、駒ヶ岳と同じように2基あります。で一応質問させていただいたんですけど、駒ヶ岳のポットスチルの形状と紬のポットスチルの形状は設計が全然別らしいです。そこでもまた一つ大きく差別化を図ってるんですね。そうなんです。ちなみにですねこちらの駒ヶ岳ですね、駒ヶ岳のポットスチルの設計は岩井喜一郎さんが竹鶴正隆の竹鶴ノート、これを参考に設計して作られたと言われてます。なのでその蒸留機と同じなのかな違うのかなっていうのはちょっと僕も気になってましたので質問させていただいたんですけど、もう全然別ですと。でなぜ設計が違うのか、それはやっぱり駒ヶ岳と紬でコンセプトを変えているので、先ほど申し上げたように力強い原酒を作るためのポットスチルの形状を考えて設計してますということをおっしゃっていました。あとはですね、蒸留した後のアルコールを冷やす装置がですね、焼酎で培ってきたノウハウをそこら辺にも応用しながら合理的な冷却方法を採用してましたね。あとはですね、製造工程の中でこれはと思ったところはやっぱり前回の鹿之助もそうでしたけど発酵ですね。発酵の工程がやはり紬も時間をかけてます。スコットランドは通常何日でしたっけ？通常2日3日ですね。3日ですね。3日でした。はい。スコットランドでは3日発酵が一般的。ただ日本だとアルコール発酵で3日で、その後の乳酸発酵までさせようと思うとプラス1日2日必要っていうふうに皆さん考えられてまして、紬の方でも3日じゃ足りないので4日ないし5日ぐらいのしっかり時間をかけて発酵を進めてます。やっぱりそこが最も味を作るところのベースになるっていうことなんですかね。そうですね。ニューポットってわかりますか？はい、蒸留したばかりのニュースピリッツと言われる、そうです。そのニューポットのまず味が発酵に時間をかけることによって甘みですとかコクっていうのを与えてくれるんじゃないかなっていうのをすごく感じました。気になりますよね。そうですね、こちらの紬2022っていうことなので、まさに今年の1月に発売してます。お値段もですね、本坊酒造かなり手頃なお値段で販売しまして、税込みで8580円。なんでこんなに安いのか、この間ですねちょうど紬蒸留所を訪問した際にも所長にお話聞きました。そしたらやはりですね、私たちはバーテンダーの方々のご意見を非常に参考にしてますと。でバーテンダーの方々がお客様におすすめしやすい値段で提供するように心がけているんです。だから割と他のメーカーさんよりは安めのお手頃な値段をつけてますっていうふうにおっしゃってました。バー深海では1杯45ミリ、ちょっとうち多めなんですけど45ミリで2640円。あとは少しずつテイスティングしたいっていう方に向けても30ミリですとか50ミリの少量でもお出ししてます。50ミリ15ミリ45、30ミリ、15ミリでちょっとずつ安く、そうです、お安く、提供できると。そうなんです。ちなみに15ミリですといくらになるんですか？15ミリはなんと1000円を切って880円。おー通販番組のジャパネット高田みたいな感じになってますけどぜひね飲み比べをしていただいて、年による味の違い、蒸留所による味の違い
ぜひ楽しんでいただきたいですね。確かにこれとこれでどういう風に違うのかっていうのはやっぱりすごい試してみたいですよね。そうですよね。では続き2022のテイスティングに行ってみましょう。お願いします。そう、ありがとうございます。まずは香りからいきましょう。はい。香りと色、どうですか？確かにしっかりしてるっていうのはよくわかりますよ。しっかりしてて香りはフルーティーで甘い。やっぱ青りんごの感じもありますね。青りんご、洋梨とかでちょっとパッションフルーツ、まさにフルーティーですね。フルーティー。味いってみましょう。コクがある。やっぱり甘みもすごいですね。チョコレート系の甘さとかドライフルーツ系のちょっとこうねっとりした甘さ、でもやっぱりこうガツンときますね。ガツンときました。やっぱ喉を通るときにこれギュッとくるものがありますね。そうですね。アルコール度数がですね、はい、50% あります。カスクストレングスではないですけど割とね高いですね。カスクストレングスって分かりました？カスクストレングス、加水せずにそのまま直接樽に詰め込んだことをカスクストレングスと。さすがよく学んでます。これはツヌキの、シェリーカスク、こちらはまさにカスクストレングスです。しかもクロードウイスキーさんの。そうなんです、はい、でカスクストレングスになるとこちらで 58%。 ただシェリーカスクなので甘みもすごくあってカスクストレングスなのっていうぐらい飲みやすいです。比べてみてもそうですけどやっぱ赤いですもんね。赤い。赤みがだってこう比べると分かりますかね。このもう明らかに色が違う。ちなみにツヌキ2022はバーボンダルが主体です。バーボンダルだとこう綺麗なねこう薄いこう黄色い色になりますよね。はい、2つの蒸留所に1つの貯蔵庫。噛みました。一つの貯蔵庫で作ってます。なるほど。その中でももうだってもうこうずらーっと並んでるじゃないですか。楽しいですね。そうですね。もう全部をね飲み比べてみたい。この数はねなかなか飲めないかもしれませんけど少しずつ飲み比べをしてどんどんね日本のウイスキーの魅力をね知っていただきたいと、そんなふうに思います。実は僕もお正月ですね、年末年始ツヌキ2022を個人的に購入しまして、年越しをしながら、1月はツヌキ2022を毎晩のように晩酌をさせていただいてなので実は味はすごく知っていながら今日テイスティングしてましたけど本当に美味しいなと思いながら毎晩晩酌をさせていただいてました。ちなみに新海さんはこれを飲む時はいつもどんな飲み方だったり何と一緒に食べてたりとかするんですか？僕家にはこういうテイスティンググラスがないのでワイングラスで実は飲ませていただいてました。これ本当に実はおすすめでちょっと今日はねやらないですけど。やらないですね。こういうね膨らんでるグラスって香りが立ちますし残った香りもね楽しめるので、もしストレートでウイスキーを楽しまれるようであればわざわざねこういうテイスティンググラス用意するよりもワイングラスがあればぜひワイングラスで楽しんでいただいてくるのも面白いかなと思います。じゃあ、次回勉強会何にしましょう？何がいいですかね。いろいろありますけれども最近少し話題になっている北陸の蒸留所富山です。富山県の三郎丸蒸留所、次回は三郎丸蒸留所を勉強していきましょうか。はい、三郎丸気になりますね、名前からしても。三郎丸の秘密に次は迫っていきましょう。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ワイングラス今日やらないんだ。次やりましょうかね。いいね。三郎丸で。はいはい。